こんにちは、アルチチャンネルです。今回は知識ゼロからの日本酒入門。みんな大好き日本酒です。早速見ていきましょう。日本酒に関して一番最初に覚えてもらいたいのは純米酒という言葉です。実は日本酒には2つの定義があります。一つは米麹、水を原料としたもの。そしてもう一つは米麹、水にその他の物品を原料として加えたものです。この2つの違いは純米酒かそうでないかだけなのです。純米酒以外のお酒、普通酒とも呼ばれますが、これには醸造用アルコールが原料に含まれています。昔はお酒といえば純米酒のみでしたが、第二次大戦後、醸造用アルコールというものが開発され普及し、米と米麹だけで作られるお酒は特別なお酒となり、あえて純米酒と名乗らなければならなくなりました。純米酒以外のものは本醸造酒や料理酒などのことで、日本酒消費量の8割はなんと純米酒以外となっています。例えば居酒屋などで銘柄を指定せずに出てくるお酒、日本酒は普通酒が多いと思います。お酒を買うときは裏のラベル、ここを確認してみてください。米麹だけで作られているのが純米酒。そしてこのようにここに醸造アルコールなどが加わっているのは純米酒ではない普通酒ということになります。最近は純米酒が世界的にも人気が出てきており、日本国内でも純米酒の人気が高まっています。そんな純米酒の魅力を見ていきましょう。ところで日本酒は純米酒かそうでないかに分けられていると言いましたが、純米酒の中でもお米を削る割合によって呼び方が変わってきます。お米を削ることを精米と呼ぶのですが、これはお米の表面を削ってお酒の雑味となるタンパク質や脂肪分を取り除く作業です。精米割合が 50% 以上、つまり半分以上お米を削ったものを大吟醸と言います。40% 以上なら吟醸、それ以下なら純米酒となります。中には吟醸と純米酒の間に特別純米酒というのもあります。精米割合が高いほど雑味がないお酒になりますので、すっきりとした味になりやすく、精米割合がそれほど高くない純米酒などの場合は味に深みがあり、ふくよかな香りを楽しむことができるでしょう。日本の伝統文化として茶道や華道のように今にも受け継がれているものがありますが、実は日本酒の作法を体系化した酒道というのが江戸時代初期までありました。お酒の注ぎ方や杯の回し方など厳格な規定があったようです。あまり堅苦しいのもなんですが、せっかくなので杯の持ち方や注ぎ方のノウハウは押さえておきましょう。特に改まったお酒の席などや目上の人と飲むとき、接待の時などは評価を上げるチャンスです。まず意外に間違いやすいのは男性の杯の持ち方です。杯でもぐい飲みでも右手の親指を杯の上に、他の4本を杯の下にして上下から挟むように持ちます。この形で飲むのが正当だと言われています。女性の場合は杯の胴体を右手で持ち、左手を杯の底に軽く当てます。相手にお酒を注ぐ場合は、とっくりを両手で持ち、相手の杯の8分目をめどに注ぎましょう。そして乾杯の作法ですが、ビールやワインの乾杯のようにグラス同士でカチンと音を立てるやり方はマナー違反です。正しくは目の高さまで杯を上げ、軽く会釈をします。これが日本酒の正しい乾杯のやり方です。緊張感をほどほどに保ち、会話と料理を楽しみましょう。さて、今更ですが、お酒の種類も押さえておきましょう。お酒は大きく3つに分類されます。醸造酒、蒸留酒、混成酒です。日本酒はどこに当てはまるでしょうか？醸造酒ですね。醸造酒とは、アルコール発酵によって生まれたお酒のことを言います。アルコール度数は 20% 以下のものが多く、ビール、日本酒、ワインなどが挙げられます。蒸留酒とは、醸造酒を蒸留させたお酒を表します。代表的なものは、ウイスキー、焼酎、
ブランデーですね。他にはジンやウォッカ、ラム、テキーラも該当します。いまいちピンとこない方も多いと思うので、蒸留とは何かをちょっと見ていきます。ポイントになるのはアルコールと水の沸点の違いです。水は100度で沸騰するのに対して、アルコールは約78度で沸騰します。ですので、蒸留酒を加熱していくと78度から100度の間では主にアルコールが蒸発します。その気化したアルコールを集めて冷却するとアルコール度数の高いお酒が出来上がります。それが蒸留酒ですね。なのでアルコール度数が高いお酒が多いのです。混成酒とは醸造酒や蒸留酒に果物や糖分を加えて作ったお酒のことで、梅酒はその代表的なものです。さて日本酒は醸造酒となりますが、醸造酒の中でもワインは比較的簡単に作れます。ワインの原料であるブドウにはもともと甘さの元となる糖分が含まれていますので、酵母があれば勝手に発酵してくれてワインになります。これに対し、原料が米や麦などの穀類の場合は、穀物の澱粉をまず糖に変え、その後にアルコール発酵させることになります。この発酵の過程は3つに分けられます。単発酵、単酵複発酵、平酵複発酵。ワインは単発酵です。今見たようにブドウ自体に糖分が多く含まれていますので、酵母を加えれば簡単にワインが出来上がります。ビールは単酵複発酵、日本酒は平酵複発酵となります。この単酵複発酵と平酵複発酵の違いを見ていきましょう。まずビールなどの単酵複発酵ですが、麦には糖が少ないので原料の中の澱粉を糖へ分解、これを糖化と言いますが、糖化してからその糖をアルコール発酵させます。この糖化と発酵の2つのプロセスをそれぞれ別の容器で行うことを単酵複発酵と言います。それに対して日本酒の平酵複発酵ですが、これも単酵複発酵と同様に糖化と発酵の2つのプロセスを経てアルコール発酵させます。単酵複発酵との大きな違いは、この糖化と発酵を同じ容器の中で同時に行うことです。日本酒は原料となる米に含まれる澱粉を麹の働きで糖に分解し、アルコール発酵させますが、これを同じ容器の中で同時進行しています。糖化と発酵を同じ容器の中で同時に行うこの方法は、世界のお酒の中でも日本酒以外はほとんどありません。糖化と発酵を同じ容器で行うのは難しい作業ですが、これをすることで日本酒の奥深いうまさが出てくるのかもしれませんね。日本酒のラベルに注目してみましょう。表のラベルは日本酒の名前が書いてあり、そのデザインを見るだけでも楽しいのですが、購入するときは裏のラベルにぜひ注目してください。まずは原材料名ですね。お酒を作る際に使用したお米が記載されています。ここでは松山三井というお米が 100% 使用されていることがわかります。愛媛県のみで栽培されているとても貴重なお米です。精米割合、お米をどれくらい精米しているのかが記載されています。50% と表示されていますので大吟醸となります。次に酸度ですね。酸度が記載されているラベルは少ないです。お酒の中にどれくらい有機酸が含まれているのかが表示されています。この数値が高いものは辛めのお酒、低いものは甘めのお酒になります。アミノ酸度も書いてあります。このアミノ酸度も記載されているものは少ないと思います。アミノ酸は旨味を感じる成分です。アミノ酸が高いと濃厚な旨味を感じることができ、余韻も残りやすくなります。アミノ酸が低いとすっきりとした味わいとなります。そして日本酒度、これは書いてあるケースが多いです。日本酒度はそのお酒が甘口か辛口なのかを分かりやすく表示しているものになります。この数値を見ればおおよその目安になると言われています。糖分が多いものは甘口と感じられますし、糖分が少ない場合は辛口に感じられます。この日本酒度では
糖分が多いものはマイナスと表示され、少ないものにはプラスと表示されます。大体の中間の味は0を挟んでマイナス 1.4 からプラス 1.4 が普通になっています。そしてマイナス 1.5 からマイナス 3.4 はやや甘口、マイナス 5.9 までは甘口、マイナス6以上は大甘口となります。反対にプラス 1.5 からプラス 3.4 やや甘口、プラス 5.9 は辛口、プラス6以上は大辛口となります。ここではプラス7と表示されていますので、日本酒度だけで見ると大辛口とわかります。そして中にはこのように当時が書かれているラベルもあります。これは日本酒の作った人の名前です。そして当時の出身地が記載されていることもあります。これ以外にも日本酒のラベルには様々な情報が記載されています。次は日本酒の飲み頃と保存方法です。基本的に日本酒には賞味期限はありません。食べ物とは違っていつ飲んでも食中毒を起こすことはないのです。あえて言うならば美味しく飲めるまでが賞味期限といったところでしょうか。作りたてよりも1年2年熟成させた方が美味しくなる日本酒もありますし、逆に出来たてのフレッシュさが美味しい日本酒もあります。こればかりは種類によって違うので、いろいろと試してみましょう。また、冷やおろしという文字を見つけたら、そのお酒は蔵で熟成させて、飲み頃を見届けてから出荷しましたという意味だと理解しましょう。いよいよ最後に、日本全国の美味しい日本酒の中から、飲んでみたいお酒5つをご紹介します。日本酒、特に純米酒はお米と米麹と水だけで作られていますが、九州のお米と北海道のお米は味が違うように、日本全国各地の特色が出ます。水も各地に名水の湧き出る場所があり、日本の多様な気候と豊富な水が日本酒の美味しさの源です。まずは福島県喜多方のお酒、酒聖岩海。純米吟醸で日本酒度はプラス3。芳醇な口当たりと程よい吟醸化。膨らみのある味です。まるでリンゴのような綺麗な山の香りが楽しめます。千葉県印旛郡のお酒、銀の舞。この蔵元である飯沼本家は300年以上の歴史がある蔵です。純米大吟醸で日本酒度はプラス1。甘くも辛くもなく、すっきりとした味わいです。女性には飲みやすいフルーティーな香りがふんわりと漂います。3つ目は米どころ新潟県のお酒、キリンです。蔵は下越酒造。純米酒で日本酒度はプラス4。口の中でやんわりと米の旨味が膨らみます。いつまで飲んでも飲み飽きない味です。徳島県のお酒、鳴門鯛純米吟醸原酒。ここの蔵、本家松浦酒造場は四国88カ所一番札所の近くにあり、200年の歴史があります。純米吟醸で日本酒度はプラス3。酸味を残しながらも吟醸作りの華やかさと純米の旨味をバランスよく保つ個性的なお酒です。実はこのお酒はニューヨークの四つ星レストランシャンテレールでディナー用のお酒として採用されている世界的なブランドでもあります。なかなか入手が難しいお酒です。高知県のお酒、空と海。特別純米酒、日本酒度はプラス3。特徴は室戸の海洋深層水を 100% 使用していることです。爽やかで透明感のある味わいとなっています。これで本の紹介を終わります。日本酒って素晴らしいですね。